皆さんこんにちは。今回の動画のテーマですけれども、指数の入れ替えイベントということで、このチャンネルでも恒例の企画となっていますけれども、日本の株式相場を代表する指数といえばトピックスや日経平均いろいろありますが、その中でトピックスの指数入れ替え、毎月行われていますけれども、最も大きな入れ替えが行われる四半期ごとの1月、4月、7月、10月という風になっています。今回は10月の入れ替えがもう動画を出すタイミング、翌日頃には発生すると思われますので、どのような銘柄が大きなインパクト出てきそうかというのをご紹介したいと思います。機関投資家が指数の入れ替えに沿って対象の銘柄を入れ替えるのは、トピックスの場合最終営業日の1日前の引け、30日の15時のタイミングとなりますが、あまりにも大きな入れ替えの場合は前後に散らして取引を行います。また後ほど具体的な関係者の動きというのをご紹介しますけれども、ヘッジファンドであったり証券会社からの動きもありますので、一概にこのタイミングで全てが発生するというわけではなく、前後に月末近辺に買い需要、売り需要がそれぞれの銘柄で発生するというようなご認識をいただければと思います。それではどのように各銘柄のインパクトを計算していくか。まずはトピックス世界中で連動している運用資産というのが100兆円程度と推計されます。ETF や年金運用の資産など、日本、海外を含めますと100兆円程度と、その条件のもと、指数の入れ替え株数を計算した上で、それぞれの銘柄に対する株価へのインパクトですね。従前から行っていたのは、グラフの下側、出来高の棒グラフを平均して、だいたい当該銘柄はこれぐらいの1日の出来高が発生するなと。それに対してトピックスの指数入れ替えによる機関投資家からの売買需要という株数はこれぐらいだなとなった時に、それを割り算することで何日分の出来高需要が発生するといったような表現をよく皆さんも目にするかと思います。また当チャンネルでは最近ですね、新たに出来高に対してそれぞれの株価の動きですね、1日の中で高値から安値まで動いているかと思いますが、各出来高がその1日の値幅をどれくらい発生させているかというところまで分析を行っております。例えばですね、こちらの日ですと出来高大きく発生していますが、高値から安値の幅というのは当該期間見ます。映っている期間の中では平均的な値幅になっているかと思います。つまりこの日における出来高の大きさというのは、そこまで値段に対してインパクトを与えなかった日というふうに評価ができます。逆にですね、こちらの日、高値から安値まで先ほどの左側で囲っている日よりも大きな値幅出ていますけれども、出来高としては半分以下ということですね。つまりこの日における出来高、これが株価に対するインパクトとしては相対的には大きな一日だったというふうに言えるかと思います。これをですね、一定の期間において毎日集計して平均することで、今回の機関投資家からの指数入れ替え需要が株価に対して何%ぐらい影響を与えそうかというのを計算していくわけですね。それでは具体的に数字ご覧いただきますと、まずこちらは今回のトピックス指数入れ替えで売り需要になる銘柄、そして推定の変動率、今申し上げた機関投資家からの売買需要が何%株価を押し下げるか、大きなものから順番にご覧いただいています。各項目ですね、まずこちら推定取引株数というのが指数入れ替えによる機関投資家からの売買需要、それに株価をかけたものが取引金額で、こちらの平均出来高の日数換算したものというのが、先ほどよく分析で見られるような一般的なものと申し上げた従前の計算方法ですね。今回売りの場合ですので、機関投資家からの売却株数がその銘柄の平均出来高の何日分に当たるかというのを計算したもの。例えば一番上日暦グループですと74万5300株の売却想定がされますけれども、この銘柄の1日あたりの平均出来高で割り算するとだいたい15、6日分のインパクトになると。この日数の数字が大きければ大きいほどその銘柄にとって大きな負荷がかかってくるといったような見方になります。そしてもう一歩踏み込んで推計変動ですね。1% 株価を動かす。これに要する株数というのがだいたい各銘柄で
先ほど申し上げたロジックで計算されますけれども、それをもとに今回の推定取引株数を割り算すると、だいたい推定変動率というのがこちらになると。やはりですね、理論的にはそういった考え方のもと計算はしていますけれども、さすがに月末だけで 30% といったような動きは実際には起こり得ないかと思います。ただですね、単純に平均出来高の日数換算したものだけで見るよりも、その出来高が株価に対するパワーですね、どれくらい動かすかというのも加味した上で、ランキング並べたという意味では、影響度の大きなものから見ることができるかと思います。そうするとですね、ご覧いただいている中の銘柄、ほとんど小型株になっているわけですけれども、やはりですね、トピックス指数入れ替えのイベントで大きな影響が出てきそうな銘柄というのは、出来高が小さいような銘柄が多いですので、やはり小型株が上位に入りやすいといった状況。例えば出来高だけ見ると中ほど東都水産が32日分とかなり大きくなっていますが、それよりも株価のインパクトを見ると上位にはさらに10銘柄ほど入ってくると。ですので従来の出来高換算だと東都水産の方がインパクトやばいなというふうに評価されるような場面でも、日暦グループやキング、PS コンストラクションといった銘柄の方がインパクト大きく出ますよという警戒ができるわけです。この中ですと三菱倉庫ぐらいしか大型株入っていません。推定取引金額最も大きなものですね。中ほど三菱倉庫、だいたい500万株弱の売りで250億円程度の売却が予想されています。そうすると今度はですね、気になるのが皆さんがよくお持ちのような大型株だけで並べ替えを行った時にはどのような銘柄警戒すべきかというところで、流動性の上位300銘柄大型株だけをピックアップして今と同じ計算でご覧いただきますと、リストに並ぶのはゆうちょ銀行、三菱電機、塩野義製薬といったような順番です。平均の出来高で日数換算した場合は、ゆうちょ銀行が10日、それに続くのが3日から5日分程度のインパクトとなっていますけれども、推定変動率に直すと10% 程度と、ゆうちょ銀行 21% はさすがに過剰な推計になっているかと思いますが、それほどの数字が出るようなトピックス入れ替えにおけるゆうちょ銀行の売却が想定されているということです。金額ベースですと、ゆうちょ銀行1銘柄で1110億円売却が想定されていますので、お持ちの方はこのインパクトご注意いただいて、買いたいという方はこのタイミングが少し狙い目になってくる可能性はあるかもしれません。それでは今度は買いのサイドですね。売りと同様に買いのサイドも機関投資家がどれくらい買ってくるかというのをまず推計して、平均の出来高で割り算した時の日数インパクト、そして 1% 変動に要する出来高の株数を計算して、今回発生する需給がどれくらい株価に変動を与える推定変動の数字を出しています。そうすると、先ほどご覧いただいていた売りのサイドよりも数字が大きいのが目につくと思います。ということで今回はトピックスの指数入れ替えで買いの方が純粋に大きくなるような入れ替えになるわけです。ただ、10月末と言いますと、特に配当も発生しませんので、機関投資家からすると、フルで投資している中で、買いの方向にリバランスをされるとなると、今持っているポジションを純粋にウェイト通り売っていかなければ、買いの資金が作れないということになります。ですので、そういう意味では、指数上位にあるトヨタや三菱といったような銘柄に関しては、そのウェイト通り売られるというインパクトも考慮した上で下がってくる可能性を警戒した方がいいかもしれません。大型小型の区切りなく純粋に上から順番に並べますと、ライフドリンクカンパニー、セルシス、日産車体、こういったところがかなり大きな買い需要になってくると想定されます。この中で特に大きな銘柄ですと、デンソー下から3番目ですね。これが1300億円程度の買い需要になっています。そしてそれに続くのが一番下、日本取引所グループの350億円といったところ。ということで大きな銘柄だけをピックアップしますと、流動性の上位300銘柄のリストに入るような銘柄。この中で推定の取引金額が大きいのはデンソーであったり、中ほどリクルート、日立製作所といったところですけれども、この場合はですね、逆に推定取引金額の小さめな銘柄、例えば上から7番目、デックセリアルズ、80億円程度の買いですけれども、推定変動の上位に入ってくるということで、
機関投資家の注文を受ける証券会社のサイドでもあまり株価変動に対する対応が警戒心薄いと考えられるような銘柄ですね。さらにその3つ下オルガノ、こちらも65億円程度の買いで推定変動率 10% と大きなインパクトが想定されます。こういったところが月末及びその前後で注目になってくる銘柄かと思います。ということで簡単に株価ですね。今、現在ですね、こちら収録している段階で10月29日の前場終わったところですけれども、やはり買いの需要が発生する、そして変動のインパクトが上位の銘柄、大型株で日油、デンソー、日本取引所グループとご覧いただきますと、指数入れ替えの規模があまりにも大きいので、少しずつ前の方から動き出している、こちらのリストの中でも最も大きな銘柄、デンソー、あるいは日本取引所グループといったところが少し上がり始めているといった状況です。これはですね、10月30日、その基準のタイミングよりも前倒しして取引を行っている機関投資家がそろそろ出ているという状況。逆に10月30日以降は、証券会社も含めて動いてくる可能性があるということで、最後にどのような動きをしているか、各関係者、簡単におさらいしていきますと、証券会社がですね、指数の入れ替え、発表されるタイミングから入れ替え日にかけて、それぞれの銘柄の需給を斡旋します。まず動き出すのは、指数入れ替えのタイミングで鞘取りを狙うヘッジファンド。こちら動き出すのが発表日よりも前からということで、そこの段階で証券会社は集め始めなければいけない。一方で、年金運用といったところは入れ替え日よりも少し前倒しして取引を行う猶予が与えられています。一方 ETF であったり投資信託というのはもう極力ですね、入れ替え日前後に集まるといったような状況。ですので入れ替え日にかけてだんだんと需給が濃くなっていくというようなイメージですね。その中で証券会社はどのように入れ替え日に向けて集めていくか。需給の全てを 100% としますと大体8割程度でヘッジファンドと年金運用、そして ETF のそれぞれの売買の需給を集めていくという形。まずはヘッジファンドにあてがって前倒ししてくるような年金運用にも売却はするんですけれども、最後に入れ替え日に渡さなければいけない ETF、投資信託に向けた株券ですね。このままだと 20% 程度足りないわけですが、そもそもですね、ヘッジファンドというのは買って入れ替え日までにポジションをクローズするので、この株券戻ってきます。ですので、これも当てがうというようなイメージ。そしてですね、この株券で足りなかった場合というのは、どこかから借りてきて入れ替え日以降に買い付けを行うというようなことも考えられる。ですので、入れ替え日前倒しだけではなく、後ろには証券会社も動いてくる可能性があると、必ずしもその入れ替えのタイミング、10月30日引けのところが最も大きくは動きますが、そこだけが全てではないということをご認識いただいた上で、鞘取り狙ってみたいという方は一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。